ご視聴ありがとうございます。今回は復活したのに不遇な運命をたどった短い視線に迫ります。輸送改善のために取られた大胆な施策と、その後生じたトラブル、分断された路線の今を解説します。車両の秘密と終着駅に残る遺構にも注目です。ところでここ、一体どこなのでしょうか。というわけで、私が今乗っているのは、台湾の首都台北を走る地下鉄、台北メトロの列車です。この路線は、台北駅を通る地下鉄の一つ、赤いラインカラーの淡水審議線。台湾中心部をおおむね南東から北西に走る路線で、路線の3分の2ほどの区間が、地上または高架を走ります。この列車は R21 の祈願駅を出たところで、目指すはこの次の北東駅。ここで、通称新北東支線に乗り換え、新北東駅に向かいます。祈願駅を出てすぐ、隣の線路が高さを上げていき、この線路を乗り越えにかかります。なかなかの勾配で、あっという間に高さが上がりますね。反対側の様子がこちら。私が乗っていた列車が走っていた線路が駅の先で分岐しており、その間に反対方向の線路が入ってくる構図です。台北メトロは右側通行ですが、ここでは変則的な並びです。線路は最終的に4つになり、次の北東駅に到着です。中央の2線の間にホームが1つ、そして外側2線のさらに外側にもホームがある、珍しい構造の駅です。この線路の配置と駅の構造も、もちろん今回の話に関わってくるものです。ホームに降ります。駅名板には終点の駅名があるだけです。月台とはホームのことで、ここは1番線です。停車時間はそれほど長くなく、すぐにドアが閉まります。台北メトロの車両は加速と減速が素早いのが特徴で、動き出した直後の加速度は 3.6km 毎時毎秒と、一般的な日本の地下鉄車両よりも性能がいいので、ホームからあっという間に遠ざかっていきます。ちなみに、日本でこれを上回る地下鉄車両は、ゴムタイヤで走る札幌市営地下鉄南北線の5000型 4km 毎時毎秒だけです。少し話がそれました。私が向かうのは、一番向こうの4番線。先ほどとはデザインの違う車両が見えます。エスカレーターで下の階層に降ります。光が入る外装は地上階も同じで、照明がなくても明るいですね。ホームの位置関係がこちら。列車の進行方向が真ん中のホームと両側のホームで逆になっているのが気になります。北東駅の周辺案内には、駅を出て右にカーブする新北東支線と終点の新北東駅が入っています。新北東支線の全長は 1.2 キロしかありません。エスカレーターでホーム階に上がります。ただし、ここで待っていても列車には乗れません。乗り口は35メートル奥。淡水審議線の車両は6両編成ですが、ここから新北東まで行く列車は短い3両編成です。支線で輸送量が少ないから両数も少ないと言いたいところですが、それだけではありません。この新北東支線は日中は10分間隔の運行です。台北メトロでは各駅の時刻表を大々的に掲げていませんが、新北東支線は例外の一つで時刻表が目立つ場所にあります。その横にはこんなものが。観光の文字からわかる通り、北東周辺の歴史などを記した観光客向けの案内です。さっきと同じ見た目の車両が入線です。変わった車両だからなのか、写真を撮る人もいます。この車両、ラッピングが結構ド派手で、ドアや窓に至るまで見える場所はほぼ全てラッピングされています。ホームは意外と混雑しており、観光客らしき人が目立ちます。ドアが開いてすぐ、行き先表示器が切り替わります。折り返し時間は1分もありません。新北東支線ではこの車両が両駅の間をひたすら往復しており、折り返し時間はかなり短くなっています。北東駅を発車です。窓にもラッピングが貼られているため、側面展望は期待できません。また、淡水審議線の車両は、その構造上全面展望も不可能です。ただし、列車の速度が上がらないことだけはわかります。上り坂でも速度を維持するため、モーターの音が鳴り続けます。カーブとはいえもう少し速く走れそうですが、実はこの路線、最高速度が時速25キロに制限されているのです。
ここで、新北東支線の成り立ちと、北東駅周辺の奇妙な線形の秘密を解説します。今の淡水新義線にあたる路線は、1901年に開業しました。ただし、今の台北メトロとは全く別物、台湾鉄道淡水線としての開業です。台湾鉄道は、台湾全体をぐるりと囲む路線をメインに、多くの路線を持つ会社です。この路線ができたのは、終点にあった淡水港への輸送のためでしたが、開業に先立つ1896年、北東駅の東に温泉宿ができたのをきっかけに、エリア一帯に30軒を超える温泉宿ができ、北東温泉として有名になっていました。ただし、周辺には軍関係の土地もあり、開発に制約があったため、温泉宿への道のりは不便でした。当時は道路事情も悪かったことから、その需要を取り込むため、1916年に新北東線が開業したのです。新北東線の需要は大きく、戦後には台北淡水間と台北新北東間の列車がそれぞれ運行されていましたが、後に淡水方面の需要が拡大したことで、新北東への列車は数を減らしました。次なる転機が1988年。当時はまだ台湾高速鉄道も開業しておらず、台湾鉄道の得意分野は、もっぱら長距離輸送の方でした。近距離列車は長距離列車の合間を縫っていたため、本数が少なく、待ち合わせのせいで所要時間も長く、利便性が低かったのです。そこでこの淡水線を根本的に作り変えることになりました。台北メトロは、英語でもメトロ台北と書かれており、この表記が広く使われていますが、現地の言葉では、台北小雲と言います。小雲とは、英語のマスラピッドトランジット、大量高速輸送機関を意味しており、駅をこまめに設置し、加減速に優れた性能の高い車両で列車本数を増やすという、従来の台湾鉄道の欠点を補う存在として、主要都市で整備されました。必ずしも地下鉄を意味するものではないので、台中メトロのように地下区間がない小雲もあります。既存の台湾鉄道は、レール同士の間隔、基間が 1067mm で、電気を架線から集めます。それに対し、台北メトロの基間は 1435mm。電気が線路の横にある第3基上から集めます。車体も1両あたり 23.5 メートルあり、台湾鉄道の車両より一回りほど大きいなど、規格が全く違います。台湾にある他の小雲もおおむね同様で、台湾鉄道との乗り入れは行っていません。淡水線をそのまま小雲化する構想もありましたが、単線区間があるなどの理由で難しく、見送られています。一方の台湾鉄道でも、近年近距離輸送の利便性向上が図られており、こうした動きを小雲化と言います。1988年は、台北メトロへの切り替えに先立ち、淡水線が廃止された年です。その土地を流用して、97年3月に、今の淡水新義線と新北東支線が開業しました。当初は新北東支線をバスに転換する計画もありましたが、周辺住民の反対で撤回されています。ただし開業前は、新北東支線も本線と同格の扱いとする予定でした。それが北東駅の構造と前後の線形に現れています。下り線は行き先によって振り分けられ、北東駅の4本の線路は、最初はこうして使い分けられる予定でした。台北方面に行く場合、真ん中のホームにいれば、先に来た列車に乗るだけで OK。一方、逆方面は一つ前の駅で乗り換えればよく、北東駅ではホームが分かれているので、乗り間違える心配もありません。なお、北東駅を出た後、下り線が再び上り線を乗り越え、右側通行に戻っています。この立体交差の手前で下り線が分岐しており、この先の北東車庫につながっています。北東車庫は台北メトロ有数の規模を誇り、他の路線で運行される車両の保守にも関わっています。これらの立体交差は、新北東支線の利便性向上だけでなく、車庫への出入りもスムーズにする、賢いやり方です。ところが、新北東支線を本線同様にする計画は、あえなく頓挫します。沿線の住宅が線路に近すぎ、騒音問題が勃発。電車は6両編成から3両編成に改造され、速度も時速25キロまでに制限されました。運行時間は朝6時から深夜0時までだったものの、騒音問題のため、朝6時から7時までと、夜9時から深夜0時まではバス代行でした。これに関しては防音壁が整備され、2007年9月より、すべての時間帯で列車による運行となりました。その後、19年6月には、
北東大安間の折り返し列車を新北東まで延長する実験が行われました。これにより、ラッシュ時の単水審議線が6分間隔から6分40秒間隔に減ったり、新北東支線の騒音問題が再発するなど、不安要素が噴出。好意的な意見もあったものの、結局騒音規制をクリアできず、6両編成の運行は断念されました。現在でも、北東で折り返す単水審議線の列車は3番線に発着しており、台北方面へはこのホームに上がれば OK ですが、新北東支線へは乗り換えが必須になりました。そしてこの3両編成、独特なのは外装だけではありません。内装も車両によって異なり、特に2両目は木目調のシートが側面に貼られ、床や座席も茶色くなっています。座席の隣にはこんなものが。両隣の車両も観光客向けにアレンジされた内装です。ちなみにこの車両は日本の川崎重工が製造したものです。6両編成と合わせて百数十両が製造され、台北メトロの多くの路線で活躍中です。新北東支線は複線ですが、こちら側しか使われていないのか、隣の線路の表面は錆びています。ポイントを渡り、終点、新北東駅に到着です。駅ナンバリングの数字は北東駅と同じで、末尾に A をつけて区別しています。なお、駅ナンバリングのアルファベットは路線名ではなく、路線のラインカラーから取ったものです。この方が、路線図をパッと見ただけでわかるので便利ですね。北東行きが発車です。駅を出ると今度は下り坂なので、ブレーキをかけながら走らないといけません。そして、新北東支線には3両編成しか入線しないので、後から設置されたホームドアは3両分しかなく、ここから先へは入れません。ホームドアが6両分あり、ホーム全体に入れた北東駅とは違います。6両分あるホームと、下の階層への階段が哀愁を誘います。この後ろにある階段から地上階へ降ります。後ろには壁が建てられ、向こう側は見えません。この壁は後付けでしょうか。また、この奥にある改札も、外側の作りが他とは違い、後付けな感じがします。メインの改札はもちろんここではなく、線路の突き当たりの場所です。こちらは幅いっぱいに改札機が並び、右手には窓口もあり、案内係も常駐しています。私が使うのが、このワンデーパス。150ニュー台湾ドル、およそ700円で乗り放題で、通常運賃は20から65ニュー台湾ドルなので、かなりお得です。駅を出て後ろを向くと、ド派手な門が待ち構えます。これは構造的に必須ではなく、単なる装飾のようです。なお、ホームの終端部から離れているため、上の階層からはよく見えません。この日は、ここでイベントが行われていました。6日間にわたって様々な催しがなされ、屋台に出て、美味しいものをお得にいただけます。なお、当初は単なる駅名だった新北東の名は、後に地名にもなっています。これまでの映像からもお分かりの通り、北東温泉は今も台湾有数の人気スポットで、駅から少し歩けば、バリバリの温泉に出くわすことができます。ただし、それだけではありません。先ほどの案内板の一番下、皆さんは気づいたでしょうか。台湾鉄道の車両のような古い車両と、新北東の駅名板。ただのイメージイラストではありません。賑わう屋台の後ろには、かつての台湾鉄道、新北東駅の駅舎が保存されています。内部は開放されており、昔の駅舎を残しながら、駅や路線の歴史がわかる展示スペース、そして物販スペースとして活用されています。館内には、新北東駅の懐かしの写真や、台北メトロの駅の建設中の様子など、レアな写真がたくさんあります。そしてこの駅舎は、元からここにあったわけではありません。淡水線の廃止後、この駅舎は、台湾中部にある、商家の台湾民族村に移設されました。2003年、文化資産の保存意識が高まり、駅舎を元に戻す運動が活発化。駅舎が台北市政府文化局に無償で寄贈され、2016年には元あった場所の近くに移転。17年4月には修復工事を終えて再オープンし、一般公開されています。また、この近くには駅の歴史がわかる展示物もあります。そして駅舎の横にはホームの一部があり、その奥には元台湾鉄道の車両が保存されています。状態も比較的良く、車内にも入れます。これは淡水線を走っていた三等客車の車両で、
車内には淡水線の昔を忍ぶ展示スペースを設けつつ、昔の座席や扇風機なども残され、古き良き時代を思い出せます。線路はこの周りにも残っており、当時の面影をよく味わうことができます。台北中心部から20分から30分で行けるので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。